皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在 JR の兵庫駅前に来ております。今回はですね、この兵庫駅の近くにある、蒜子神社、正月にね、お祭りのある恵比寿様を祀っている蒜子神社のすぐ横にある福海寺というところへね、行ってみたいと思います。でこちらの福海寺なんですけども、大黒様を祀っているんですが、この大黒様がですね、ちょっと普通の大黒様とは違う、ちょっとね怖い表情をされた大黒様ということで行ってみたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、再び JR の兵庫駅前です。でね、今回参ります福海寺さんなんですけれども、この兵庫駅からですね、東の方向へ向かって約 3,4 分ですね、歩いたところにございます。それではね、こちら福海寺さんの方に向かって歩いていきたいと思います。はい、JR の兵庫駅から約 3,4 分ね、歩いて参りました。こちらがね、柳原恵比寿と書いているところ、その右側にある赤い鳥居が、こちらがね、柳原恵比寿と、書いているようなんですけども、こちらに蒜子神社と読みます。はい、こちらのね、奥の通りが、こちらね、西国街道となっているんですね。西国街道が、このね、福海寺の前を通って、この恵比寿神社のね、ところを通って、兵庫駅の方まで行っています。で、こちらがね、西国街道の総門跡というね、大きな、出入り口があったというところですね。はい、ではね、大黒天さんが祀られている福海寺さんの方へ向かっていきたいと思います。で、このね、左側が福海寺さんですね。こちらもね、1月9日、10日、11日のね、恵比寿祭りの時にはすごい人出なんですね。はい、こちらね、福海寺となってます。で、右側にはね、大黒尊天となってますね。それでね、入る前に左側をね、ちょっと、見てみましょうかね。で、こちらね、太平記合戦図となっておりますが、なんとね、こちらのお寺を、建立されたのが足利尊氏公、結構ね教科書とかでも見たことあると思うんですけども、足利尊氏さんがねここのお寺を作られたということなんですね。こちらね、大黒尊天ってなってますね。で、右の方にね黒い石柱がありまして、こちらの方にね、海記征夷大将軍足利尊氏公となってますね。こちらがね、1344年に針ヶ崎観音堂というね小さなお堂だったところをちゃんと整備してね、足利尊氏公がこのね福海寺を作られたという感じですね。その後ね、足利尊氏公が室町幕府を打ち立てたということですね。で、こちらがその時のね、護衛かどういうものが僕もはっきりよくわからないんですけどもね。はい、それではね、本堂の方へ向かっていきたいと思います。これ左側がね、香炉ですね。お線香を焚きましてね、その煙を受けるというところですね。はい、今回ね、お線香を、焚きたいと思います。こちらね、1本いただきまして、本当はね、ろうそくで線香に火をつけるのがいいんでしょうけども、今回はね直接、お供えされているねライターで火をつけさせていただきました。それもね後で本堂の方にねお金は入れさせていただきました。はい、で今回ねこちらの、福海寺さんの大黒天さんのお顔がね少し怖いというふうに、お伝えさせていただいたんですけれども、皆さんね大黒天さん、大黒様と言えばね、どのようなお顔を想像されますでしょうかね。大体の人はね、こちらの絵にあるようにふくよかな顔、お腹、あと内出の小槌を持って大きな袋、米俵の上に乗っかったね、このような大黒様を思い浮かべられると思います。でね、なぜ怖いかと言いましたら、昔ね、インドのね、もともとの神様でシバ神という神様がいまして、こちらがね、破壊と再生の神様でもあるんですね。
で、このね、芝神がこの日本に伝わった際に、大黒様としてね、戦いの神として、日本に伝わったということなんですね。でその後、大黒様と日本のね、神社である大国主の御事、こちらは大黒と読みますよね。この大黒と大国主の御事がね、合わさりまして、このようなね、ふくよかなお顔、優しいお顔をした大黒様というのが生まれたというふうに言われております。でね、神様では大黒様っていうのはね、戦国時代、明智光秀がね、織田信長を討つ際に大黒様をね、京都のお寺に預けたという逸話も残ってございます。こちらね、御朱印などね、いただくところでございます。それではね、住職様に中のね、お堂を開けていただきまして、中のね、大黒様を実際に見てみたいと思います。はい、そうしましたら、お堂の方にね、入れていただきました天井、いろんな提灯が下がってますね。多分これね、檀家さんの提灯でしょうね。で、木魚がありまして、大きなお鈴がありますね。木魚っていうのは寝ないためにね、叩くものということだそうですね。はい、大きなね、提灯下がりまして、で真正面がね、こちらが黒い、お姿が大黒様。そのね、手前側、下にもね、小さな大黒様がおられますね。奥の大黒様が新しくて、小さな大黒様がね、ちょっと古い大黒様ということだそうです。はい、それではね、しっかりとお顔を拝見させていただきましょう。でこちらがね、もともと皆さんがね、ご存知の大黒様。こちらがね、古い大黒様。で、黒い大黒様はね、新しい大黒様ですね。といってもね、50年以上は経っているとは思うんですけどもね、鎧を着て勇ましいお姿でね、目がつり上がって、口をね、への字に曲げて、なんかね、鬼のような形相ですよね。で、これね、うちでの小槌持ってますけど、このところにね、矛を持たせると、戦いの神様という感じがすぐいたしますよね。で、この座り方はね、昔の武士の座り方ですね。お顔はね、すごくね、怒ってるような、すごい顔をされてますよね。ちょっとね、怖いと思ってもね、いいかもしれませんね。このような怖い表情の大黒様、多分見たことないと思うんですけども、いかがでしょうか？でね、お正月にもね、こちらの大黒様ね、ご覧になることできますので、またね、1月の、9日、10日、11日のね、恵比寿祭りの際に、こちらの福海寺さんの大黒天さんをご自身の目でね、確認をしてみて、表情の怖い大黒様っていうのをね、見てみてください。それではね、こちらの大黒天さんのね、お堂を後にしたいと思います。はい、そうしましたらね、外へ出てまいりまして、数珠だけね、購入させていただきました。あとね、福海寺さんの境内には他にもいろいろな、お堂などがございます。こちらの方がね、柳原地蔵ですね。福海寺さんのね、さまざまな方がね、祀っている、おられるところですね。で、こちらが、吉高稲荷大明神となっておりますね。吉高っていうのがね、足利尊氏さんをね、足利尊氏公も祀ってるのかどうかわからないですけどもね。で、この真正面の建物が、お骨を入れる、納骨堂ですね。でね、反対側のね、建物の中でね、写経であるとかいろんなものが、行えるという感じですね。で、これね、裏から外へ出ることができまして、ね、真正面のね、道の挟んで向かい側にも、ね、お寺があるんですね。で、こちらが遍上院というお寺で、弘法大師さんを祀っているお寺だと思います。で、このね、大きな数珠のようなものが、108個ありまして、これをぐるぐる回すことによって、功徳を得ることができるというものですね。カチャカチャカチャというね、大きな音が鳴りますんで、夜中はできるだけね、やめた方がいいかと思います。それではね、近くのラーメン屋でも寄って帰ろうかな。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただきましたら嬉しいです。それではまた次回お会いするまで、さようなら。